Hi everybody, we are in Tokyo with Mr. Jiro Katayama. Katayama-san is really an incredible watch designer and watch builder, as he likes to call himself. And he comes to watches with a really non-traditional perspective. And I just think the work is awesome, so I wanted to feature it on the channel and get a little bit more about Katayama-san. So Katayama-san, thank you so much for welcoming us to your workshop. Welcome. Arigatou gozaimashita. Can you tell us a little bit about how you got into this? 私はカーデザインの仕事をしていまして、その次にプロダクトデザイナーとして一人で仕事をしていました。で、それが順調に進んでいく中で、ある時偶然小さな旋盤を目にして、それを買ったんですね。で、そこからいろいろなものを作ることが始まって、で、最初に時計のケースを作り、文字盤や針も作り、少しバネやギアも作り、それを少しずつ、進めて、今に至ります。How long did that take? That whole process of like learning to make all these things? 私は時計の教育を受けたことがないので、旋盤の使い方を勉強すると同時に、時計の構造や作り方もほぼ Google で検索をして調べて、それを真似することから始めました。で、最初に工作機械を買っていろいろ始めたのが35ぐらいなので、3年から5年ぐらいいろいろな時計のいろんな部品の試作をしていて、でやっとその5年ぐらい経って、5番目の時計を販売することができました。How would you describe your watches? Like, what's the style of your watches? What's the theme of your watches? 私の興味のあるものが全て詰まっていると思うんですけれども、改めて考えると、私の好きなものは少し古い、シンプルな構造の機械、ネジとかレバーとかつまみとか、そういったものが分かりやすく表現、構造としてデザインされていて、それが動いたり跳ねたり、そういう切り替わったりする、そういうデザインが好きで、それを時計に置き換えてデザインしてるんだと思います。Because you're almost like a collector of machines, right? Like you accumulated these machines and they kind of inspire you as well. You love them as well, right? 私、必要で、工作機械、旋盤や、フライス盤などを買ってますが、半分ぐらいは形が好きで買ってます。でそれは、新しい工作機械を使えば、性能もいいんですけれども、いろいろ探すとどうしても私が欲しいと思うものは少し古い機械が多くて、それを揃えて今このようになってます。でその一つ一つの機械の形も多分時計のデザインに生かされてるんだろうなと思います。I see. Do you think you could talk us through your range, like model by model? これが私が最初に販売を始めた5番目の、時計なので5号ですね。でこれは、針がつくところにギアをつけて、でそれを介して、2つの円盤を動かしています。で中央は秒が動いて、そういったディスクによる時間表示の時計を作りました。でこちらが6番目なので6号。でこれは、2つのレトログラード機構を組み込んで、時間がその針の扇形の表示で、分かるように、時計のデザインをしています。特徴としてはこの丸くない異形のレンズで、こういった多分メーターですね、そういうのは少し昔のデザインにあると思うんですけれども、それを、参考に作りました。でこれは、最初にそのジャンピングアワーという機構をちょっとデザインして時計にしてみたいなと思って、そこから、着想したんですが、パッと見て2つの丸と、ロゴをちょっと口のように入れて、少し気楽な感じの
デザインで、作ってます。これは7号、7番目なので7号です。で、中身はほとんど一緒で、若干位置が違うんですが、これは 7.5 号ですね。で、これはG 分秒を3つの丸い窓で、ターレット状のデザインにして、作りました。I love how many sort of industrial design details there are, like the knurling on the crown. And the movements are all modified. Are they all based on the same movement? 種類は違いますけれど、みんな、ミオタのムーブメントを使ってます。で、それぞれ、スモールセコンドだったり、ちょっと薄いものだったり、タイプは違いますが、ムーブメントはそれを使って、で、モジュールを組み合わせて、いろいろな表現を、デザインをしています。I saw that you also made your own cutting tools to do these unusual shapes too, right? ここ。私はケースのデザインが好きでもあるので、エッジとか、曲面も、ネガティブな曲面、ポジティブな逆か、曲面をいろいろ使い分けて、形状をこれは考えたものですね。少しこう、ベルトからつながりのあるそういうケースのデザインを、想像しながら作りました。で、この丸みとかエッジもいろいろな大きさがあるので、それに合わせて、工具を作って自作して、それを使って成形してます。Because when you have these really big curves, you can only really do these really big curves on a case. You can't do it on a dial. A dial is too small, too thin. そうですね。車のいろいろなデザインをしているときにエッジの使い方とか R の大きさのバランスの取り方はいろいろやってきてまして、でこれはその輪郭はあまりはっきりと見せないようにしたくて、でちょっと一回り小さいところにエッジとあとテクスチャーを加えて、ちょっとコンパクトですっきりした形、スムースな形かつその大きく見えないような、そういう形状にチューニングしてます。Yeah, because I love the shape of this. Like a little bit like a pebble. What was your inspiration for this shape? 特に特定のものはないんですが、このターレット状のデザインは昔のシネカメラ、こういうのかっこいいなと思って、I see. 思い切ってそのいろんな大きさの筒を、3つ並べてデザインしてみようと思ったのはこういうのを見て思いつきました。で、中身は小さくしたくても薄くしたくても限界があるので、あとはその丸みの大きさとかエッジの位置とかそういうのでこう視覚的に気持ちよく見えるようなケースのデザインをしています。I noticed also you like to do your cases really as one piece and then just a back. Like you don't really like to have a bezel that separates. 先にデザインやりたかったものがこういうデザインだったので、ベゼルは多分、私の好きなデザインはベゼルがない方が好きですね。I mean, in a way, I'm not really describing it correctly because the watches are so non-traditional. Like you don't need a bezel either, right? Like you have these little windows. But you seem to like to play with crystals a lot too. I mean, I'm seeing a lot of different crystal shapes also. これはプラスチックですね。アクリル。But like the shape of the plastic. Because I mean, this is really like a lens. Like it has a magnification effect as well. But this is just flat, like a dial. I mean, like a gauge. Like a gauge. すみません、ちょっと何？少し、出っ張らせたり、少し連続感を持たせたり、ここも盛り上げたり、ちょっとこう逆 R で持ち上げたり、いろいろ細かいことは意識して
やってますね。I love how much attention you pay to the markings also. Mm. Like on the Model 6, like all the kanji around the side, うんうん、 and also the way you do like scales. It's really beautiful. 私の、ブランドが大塚ローテックで漢字とカタカナを使って、そういう漢字を使ったりカタカナを使ったりすることをちょっとやってみたくて6号はそういったダイヤルのデザインにしてます。What do you want to do next with the brand? 来年の1月には皆様に見てもらえるように今準備をしてまして、それは、そうですね、またやっぱり全体の形も私の好みのデザインにしてますし、機構も、そのものが見えるようなメカニカルなものを今、デザインしながら量産の準備をしてます。That's very exciting. Well, I can't wait to see what you come up with next. Actually, one last question. Would you ever consider a clock? 今のところは考えてなくて、それは理由としては、私は身につけて見せびらかすのは好きなんですね。ショーオフ。でクロックはずっと置きっぱなしで。You just make it really big. Make it really big. Then you can show off. そう、また車も時計も乗ったりつけたり、それが多分興味のある大きな理由だと思うので、クロックもね持ち運べばいいかもしれないですけど、今はそのアイデアは今のところはないですね。Fascinating. Okay, well, Katayama-san, thank you so much for the tour. Best of luck with the next release. And guys, if you have any questions, feel free to leave in the comments. We'll see if we can get some answers. That's it for now. Thanks for watching.